私たちは今、スピリチュアルな目覚めや意識の拡大が加速している時代に生きています。その中でも、アセンションという言葉は多くの人にとって特に注目されています。アセンションとは、私たちの魂が次元を超えて進化し、より高次の意識状態に達するプロセスを指します。この現象は、個人の精神的な成長だけでなく、地球全体の意識変容にも深く関わっているとされています。しかし、アセンションの過程が進んだ後、すぐに全てが完璧に整うわけではありません。新しい次元のエネルギーに適応し、自分自身を安定させるためには、注意を払うべきポイントがいくつかあります。多くの人がアセンション後の変化に戸惑い、肉体的、精神的な調整に時間がかかることも少なくありません。だからこそ、アセンションを体験した後の生活で何に気をつけるべきかを理解することは、よりスムーズな移行を手助けする大切な要素となります。今回の動画では、アセンション後に気をつけるべき7つのポイントについて詳しく解説します。これを知ることで、アセンション後の生活をより健やかに、そして意識を高めながら過ごすためのヒントを得ることができるでしょう。具体的な対策や心構えを学び、私たちが体験する変化にどのように対応していくかを一緒に見ていきましょう。1、肉体の変化に対するケア。アセンション後にまず気をつけるべきことの一つが肉体の変化です。アセンションは精神的やエネルギー的なプロセスでありながら、その影響は私たちの身体にも現れることが多いです。アセンション後、多くの人が経験する体の変化として、疲労感、頭痛、めまい、消化不良、筋肉や関節の痛みなどが挙げられます。これらの症状は、体が新しいエネルギー波動に順応しようとする過程で生じるものです。体が新しいエネルギーになれるまで無理をせず、時間をかけて調整していくことが重要です。アセンション後は、体が以前よりも敏感になることがあります。例えば、以前は問題なかった食べ物に対して、突然アレルギー反応や消化不良を感じることがあります。また、感覚が鋭くなり、音や光に過敏になる場合もあります。これらの変化は驚くかもしれませんが、身体が工事のエネルギーに適応している兆候です。これをサインと捉えて、自分にとってどんな環境が最も快適であるか、改めて見直す機会にしましょう。こうした体調変化を乗り越えるためには、まず自分の体の声に耳を傾けることが大切です。疲れたと感じたら無理をせずに休息をとること、そして栄養バランスの取れた食事を心がけることが必要です。特にアセンションによって体内のエネルギーが活性化されると、通常以上に水分が必要になることがあります。水分補給はエネルギーの流れをスムーズにし、疲労感を和らげる役割を果たします。できれば純水やハーブティーなど体に優しい飲み物を選びましょう。さらに軽い運動やストレッチも効果的です。激しい運動は逆に疲労を蓄積させてしまうことがありますが、ヨガやピラティス、ウォーキングなどの穏やかな運動は体と心のバランスを保つのに非常に役立ちます。また、瞑想や深呼吸などのリラクゼーション方法も肉体と精神の調和を促進し、エネルギーの循環を助ける重要なツールとなります。特に瞑想を習慣化することで、内なるエネルギーの安定を感じやすくなるでしょう。睡眠もまたアセンション後のケアにおいて極めて重要な要素です。アセンション後、エネルギーの変化に適応するため、身体は通常よりも多くの休息を必要とします。良質な睡眠を確保するために、寝室の環境を整えることも大切です。静かで落ち着いた空間を作り、リラクゼーション音楽や香りを
活用することでより深い眠りを得ることができるでしょう。十分な睡眠は肉体的な修復だけでなくエネルギーの再調整にもつながります。最後に、体の不調や違和感が続く場合は無理をせず専門家に相談することも重要です。アセンションのプロセスは個々に異なりますが、健康を保ちながらバランスをとることが最も大切です。肉体のケアを怠らず、徐々に新しいエネルギーに順応することで、アセンション後の生活をより健やかに送ることができるでしょう。2、感情の浄化とバランスを保つこと。アセンション後のもう一つの重要なポイントは、感情面での変化です。アセンションは私たちの意識だけでなく、感情の深い部分にも影響を与えます。多くの人がアセンションの過程で抑圧していた感情や過去のトラウマが突然表面化し、それに対処する必要が出てくることを経験しています。これらの感情は無意識のうちに私たちの行動や思考に影響を与えていたものであり、アセンションを通じて浄化が促されるのです。特に恐れや不安、悲しみ、怒りなどのネガティブな感情が強く現れることがあります。これらは一見苦しい体験に思えるかもしれませんが、実際にはこれまで抱え続けていた感情を手放すチャンスでもあります。感情を押し殺すのではなく、その感情がどこから来ているのかを理解し、受け入れることが重要です。感情を解放することで、内なる平和と安定を取り戻すことができ、より軽やかで高次の波動へと移行することが可能になります。感情の浄化をサポートするための方法として、日記を書くことやアートセラピー、感情表現を促すワークショップなどがあります。自分の感情を言葉や絵で表現することは、内面で感じていることを整理し、解放する助けとなります。特に感情的な混乱を感じているときは、誰かに話を聞いてもらうことも効果的です。信頼できる友人やカウンセラーに自分の気持ちを話すことで、感情の浄化がさらに進むことがあります。また、瞑想や呼吸法は感情を安定させる強力なツールです。特に深い呼吸を意識的に行うことで、心の中に蓄積された緊張やストレスを和らげることができます。感情が乱れている時ほどリラックスする時間を意識的にとることが大切です。瞑想を行うことで内なる平静を保ちやすくなり、感情の波に飲み込まれることなく冷静に対処できるようになります。アセンション後の感情的な変化は、精神的な成長の一環として自然なプロセスです。感情を抑え込もうとするのではなく、それに気づき、解放することが私たちの意識進化にとって不可欠です。特にネガティブな感情を無視するのではなく、むしろその根底にある原因を理解することが求められます。これにより内面的な成長が促進され、新しい自分に向けた準備が整います。さらに感情のバランスを保つためには、自分のエネルギーフィールド、オーラを定期的にクリアリングすることも大切です。エネルギーフィールドは日々のストレスや他者からの影響を受けやすいため、定期的に浄化することで自分の感情やエネルギーをクリアに保つことができます。例えばセージやクリスタル、エネルギーヒーリングなどのツールを活用することでエネルギーを整えることができます。最後に、アセンション後は特に感情の変化が激しくなることがありますが、それを恐れる必要はありません。これらの変化は私たちが次のステージへ進むために必要なプロセスであり、自分自身の成長を促す大切な機会です。感情を受け入れ、浄化し、そしてバランスを保つことができれば、私たちはより自由で軽やかな意識状態を維持することができるようになるでしょう。感情の変化を恐れず、あくまで前向きに対処していくことで、
アセンション後の人生をより豊かに生きることができます。3、他者とのエネルギー的な境界を意識する。アセンション後に大切なポイントの一つとして、他者とのエネルギー的な境界を意識することが挙げられます。アセンションの過程を経ると、自分自身のエネルギーが敏感になり、他者のエネルギーに対しても以前より強く影響を受けやすくなることがあります。これは私たちがより高い次元にシフトし、エネルギーの感受性が増すためです。そのため、他人との関わり方やエネルギー的な境界をしっかりと保つことが必要となります。特に人混みや騒がしい場所にいると、周りのエネルギーに圧倒されたり、疲れを感じたりすることがあります。こうした状況に置かれると、自分自身のエネルギーが乱れやすくなり、感情的にも不安定になることがあります。このため、アセンション後は、できる限り自分のエネルギーフィールドを守り、他人の影響を最小限に抑えることが大切です。具体的な方法としては、まず、自分のエネルギーを守るという意識を持つことが重要です。これは他者との間にエネルギー的な境界を設け、自分のエネルギーを流出させないようにすることを意味します。簡単な方法としては、イメージの力を使って自分の周りに光のバリアを張ることが挙げられます。例えば、白や金色の光で自分を包み込み、その光が外部のネガティブなエネルギーから自分を守ってくれると想像するのです。こうしたイメージワークは日常的に取り入れることで徐々に効果を感じられるようになります。また、エネルギー的に敏感になると他人の感情やエネルギーを吸収しやすくなるため、特にネガティブなエネルギーを持つ人との接触には注意が必要です。他者の感情や問題に引きずられることなく、冷静に自分自身のエネルギーを保つためには、自分の中でのエネルギー的な境界線を明確にすることが大切です。無理に他人の感情や問題に巻き込まれないよう、時には距離を置く勇気も必要です。また、エネルギーを浄化するために、定期的に自分のエネルギーフィールドをクリアリングすることも推奨されます。例えば、セージやパロサントといった浄化アイテムを使って自宅や自分の周囲のエネルギーを浄化することはエネルギーのリセットに役立ちます。さらに、クリスタルやエッセンシャルオイルなどもエネルギー的なバランスを保つのに役立つツールとして利用できます。他者とのエネルギー的な境界を保つためには、自己ケアも欠かせません。日々の生活の中でストレスを抱え込みすぎず、リラクゼーションを取り入れることは、自分のエネルギーを安定させる上で非常に重要です。定期的に瞑想や深呼吸を行い、自分のエネルギーを整える時間を確保しましょう。また、自然と触れ合うことで、地球のエネルギーと調和し、バランスを取り戻すことができます。特に、森や海といった自然の中で過ごす時間はエネルギーをリフレッシュさせ、他者のエネルギーから解放される感覚を得やすいです。最後に、他者との関わりの中で相手のエネルギーに引きずられそうな時は、自分自身のエネルギーフィールドに戻るためのリセット方法を持っておくことも重要です。例えば、短い瞑想や呼吸法を言って、今ここに自分がいることを意識し、自分のエネルギーに集中する習慣をつけましょう。これにより、他人とのエネルギー的な境界を保ちながらも、必要な場面では他者と健全に関わることができるようになります。4、直感と内なる声を信じる。アセンション後に注意すべきもう一つの重要なポイントは、直感や内なる声に耳を傾け、それを信じることです。アセンションを経ることで、私たちの意識は拡大し、スピリチュアルな感覚が研ぎ澄まされます。これにより、直感やインスピレーションが以前よりも頻繁に、そして強く現れるようになります。
しかし直感がどんなに強くてもそれに従うことに不安を感じたり疑念を持ったりすることも珍しくありません。多くの場合直感は私たちの論理的な思考とは異なる形でやってきます。それは言葉では説明できない感覚であったりふとした瞬間にひらめくアイデアであったりします。これらは魂や宇宙とつながった工事の情報源からのメッセージであり、これに従うことで人生がスムーズに進むことが多いです。しかし現実的な制約や社会の常識にとらわれていると、こうした内なる声を無視したり自分の直感を疑ってしまったりすることがあります。直感に従うことを恐れる理由の一つは確実な結果が見えないからです。論理的な判断ではある程度の予測やデータに基づいて行動することが可能ですが、直感的な決断にはしばしば不確定要素が伴います。しかしアセンション後の世界では直感が新たな道を切り開く鍵となることが多く、内なる声に従うことが重要です。直感を信じて行動することで必要なタイミングで必要な出来事が起こり、結果的に物事がうまく進むことが多くなるのです。直感を強化するためにはまずは自分自身を静かにする時間を作ることが重要です。日常生活の中で私たちは多くの情報や刺激に囲まれており、それが直感を感じにくくさせてしまうことがあります。瞑想や自然の中で過ごすことは心を静め、内なる声にアクセスするための効果的な方法です。また内なる声を聞く際には頭で考えるのではなく、心や身体がどう感じるかに注意を払うことが大切です。直感は頭ではなく心から湧き上がってくるものであり、それに気づくためには感覚を研ぎ澄ます必要があります。また日々の生活の中で直感を意識的に使う練習をすることも内なる声を信じる力を養うために有効です。例えばちょっとした選択の場面で直感に基づいて決断してみることから始めましょう。どの道を歩くか、何を食べるか、誰に連絡を取るかといった小さな選択であっても直感に従って行動することで、その感覚が正しいかどうかを確認しやすくなります。こうした日々の積み重ねが直感を信じる自信を深める助けとなります。さらに夢やシンクロニシティ、偶然の一致といったスピリチュアルなサインにも注目しましょう。アセンション後、これらのサインはより頻繁に現れることがあります。例えば繰り返し見る数字や同じテーマが短期間に何度も現れるといったシンクロニシティは宇宙からのメッセージとして解釈できます。これらのサインを無視せず素直に受け入れることで直感と宇宙とのつながりが強化され、人生の流れがよりスムーズになるでしょう。直感を信じることは自己信頼にもつながります。アセンション後は外部の意見や常識に左右されるのではなく、自分の内なる声に従って生きることが求められます。自分の直感を尊重し、それに基づいて行動することで自分自身に対する信頼感が深まります。そしてその信頼感がさらなる成長と変容を引き寄せる力となるのです。最終的に直感に従うことで私たちはより豊かで充実し、他人生を歩むことができるようになります。アセンション後の人生において直感は新しい可能性やチャンスをもたらす道しるべであり、内なる声に従うことで私たちはより軽やかに、そして自由に人生を進めていくことができるでしょう。5、グラウンディングを意識する。アセンション後に最も大切な要素の一つがグラウンディングを意識することです。アセンションを経験すると意識が工事の領域に向かうことで、時に現実世界とのつながりを薄く感じることがあります。日常生活においてふわふわした感じ、
や集中力が続かないといった感覚を覚えるのはグラウンディングが不足しているサインです。グラウンディングとは地球や物理的な現実にしっかりと自分をつなぎ止めることを意味し、工事の意識と現実のバランスを取るために欠かせないプロセスです。アセンションによって私たちはより工事のエネルギーとつながることができますが、それと同時に地に足をつけた現実的な行動も求められます。グラウンディングがうまくできていないと、アイデアやインスピレーションは湧いても、それを実際の行動に移すことが難しくなります。そのため、アセンション後の生活では、スピリチュアルな成長と物理的な現実のバランスを保つことが重要です。グラウンディングをサポートするための具体的な方法としては、まず自然との触れ合いが挙げられます。特に地面に直接触れることは強力なグラウンディング効果をもたらします。裸足で芝生や砂浜を歩く、木々に触れる、川や海で水に浸かるなど、自然の中でのアクティビティは地球のエネルギーと直接的につながり、私たちのエネルギーを安定させてくれます。また、屋外でのアクティビティだけでなく、自然のエッセンスを取り入れることも効果的です。例えば、家の中に植物を置いたり、アロマセラピーを活用したりすることで、身近に自然のエネルギーを感じることができます。さらに、食事もグラウンディングには大きな役割を果たします。特に地元で採れた新鮮な野菜や果物、根菜類は身体と地球をしっかりとつなげてくれる力があります。肉体が十分にエネルギーを得ていると、心も安定しやすくなります。逆にエネルギーが不足していると意識が工事に向かいすぎてしまい、バランスが崩れることがあります。食事に意識を向けることで肉体的なグラウンディングを強化し、精神的にも落ち着きを取り戻すことができます。日々の生活の中で身体的な運動を取り入れることも重要です。ヨガやストレッチ、軽いエクササイズなど体を動かすことはエネルギーを循環させ、グラウンディングを促進します。特に下半身を意識した運動は地に足をつける感覚を強化するために有効です。例えばスクワットやウォーキングなどの運動は体全体のエネルギーを地面に引き下ろす感覚を与えてくれるでしょう。瞑想もまたグラウンディングを助ける強力な手段です。グラウンディングの瞑想では地球の中心に向かって根を張るイメージを持つことが一般的です。自分のエネルギーが足元から地球の中心まで伸びていき、そこから安定感や力強さを受け取るイメージを描くことで、心身が落ち着き、現実にしっかりと根付いている感覚を得ることができます。このような瞑想を日常的に行うことで、アセンション後の工事のエネルギーと物理的な現実とのバランスを保つことが可能になります。また、定期的に自分のエネルギーを浄化することも、グラウンディングをサポートする一環です。アセンション後はエネルギーが敏感になるため、外部のエネルギーに影響されやすくなります。クリスタルやセージを使った浄化、あるいは入浴で心身をリフレッシュすることは、自分のエネルギーをクリアに保つ効果があります。特にエプソムソルトなどの自然な成分を使った入浴は、体内の不要なエネルギーを排出し、地に足をつけた感覚を取り戻す助けとなります。最後に、グラウンディングを意識することは、単にスピリチュアルな側面だけでなく、私たちの生活全般にも大きな影響を与えます。しっかりと地に足をつけた状態で生きることで、日々の目標達成や日常生活の中での安定感が増し、よりスムーズに物事が進むようになります。アセンション後の新しいエネルギーを最大限に生かすためにも、常に現実とのつながりを意識し、地球との調和を保ちながら成長していくことが重要です。締めくくり、
アセンションを体験した後の生活は新たなエネルギーと意識の中で進化し続けるプロセスです。しかしその過程で私たちは肉体、感情、そしてエネルギー面での変化に直面します。この変化を乗り越えるためには今回ご紹介したアセンション後に気をつけるべき7つのことを意識することが大切です。まず肉体のケアはアセンションによって引き起こされるエネルギー変化を安定させるための土台です。栄養や休息、適度な運動を心がけ、体に優しく接することが重要です。また感情面では抑圧されていた感情が表面化することが多いため、これらを浄化しバランスを取ることが不可欠です。直感を信じ、内なる声に耳を傾けることで次のステップへとスムーズに進むことができます。エネルギー的な境界をしっかりと保ち、他者の影響を受けすぎないように意識することもアセンション後の生活をより安定させるためには欠かせません。そしてグラウンディングを強く意識し、日常生活とのバランスを取り戻すことで地に足をつけた現実的な行動が可能になります。アセンションは終わりではなく始まりです。これからも自分を信じ、スピリチュアルな成長を楽しみながら新しい意識とともに生きることであなた自身の人生がさらに豊かになるでしょう。皆さんのアセンションの旅がより豊かで深いものとなることを願っています。ご視聴いただきありがとうございました。次回もぜひお楽しみに。